2026年5月2日土曜日、現在日本は午前2時を少し回ったところです。アラブ首長国連邦が5月1日、昨日付で OPEC を脱退しました。戦争に揺れる中東で、また大きな変化です。高橋先生、解説をお願いいたします。はい。アラブ首長国連邦は、英語で United Arab Emirates と言いますんで、UAE と言いますよね。で、外務省の言葉は今でも使うんですかね。一昔前はアラブ首長国連邦さすがに長いんで、アシュレンって呼んでましたよね。このアラブ首長国連邦 UAE が OPEC から脱退したんですね。で、OPEC というのは石油輸出機構ということで、1961年でしたかね、出来上がって、イランとかサウジとかが一緒になって作ったんですね。で、当時石油会社というのは、セブンシスターズと呼ばれた、エクソンだとかなんか大きな石油会社が、実質上カルテルを作って、石油の値段を上げないように交渉してくるんで、我々もカルテルを作って今度は石油の値段を上げるように交渉しようということで出来上がったんですね。で、その後、入る国もあるし、出る国もあるということなんですけれど、その OPEC からアラブ諸国連邦が脱退したわけです。で、アラブ諸国連邦の主張は、OPEC の中に入ってると、OPEC の中で、協調減産ということをやらないといけないと。だから、もっと石油を掘れるのに、そうすると石油の値段が下がるからということで、みんなが協調して、生産量を抑えたりなんかしないといけないと。で、我々はもうそんなことをやりたくないんだと。自由に掘りたいんだと。こういうことですね。で、現在、アラブ首長国連邦の生産量は日量340万バレルぐらいだと言われてるんですけれど、これを引き上げるのは480万バレルぐらいまで引き上げるのは可能じゃないかと言われてて、だからその分、アラブ首長国連邦は我慢してるんで、その分を掘って石油をしてもっと儲けたいと、こういうことを大義名分として言ってるわけです。ただ、今はイランを中心としたあの地域で戦争が起こっています。で、イランからアラブ諸国連邦に対するミサイル攻撃、ドローン攻撃なんかたくさんあったわけですね。で、このイランとの関係が悪い時期に、OPEC を抜けるというのは、単に経済的な合理性だけでは、どうも説明できないような気が私はしています。で、基本的には、OPEC の中で最大の、生産量を誇っているのは、サウジアラビアですから、サウジアラビアがリーダーシップを取っている組織なんですね。で、アラブ諸国連邦はわざわざこの時期に、その OPEC から抜けると言い出して、要するにサウジアラビアにバカ野郎と言ってるんだと思います。というのは、サウジアラビアとアラブ諸国連邦の間では、いろんな対立があるんですね。で、その最大限ものを一つ挙げておきますと、イエメンという国の将来をめぐって、アラブ首長国連邦はイエメンの南部を分離独立させて自分の影響下に置きたいということでずっと動いてきてたんですけど、サウジアラビアはとんでもないと、イエメンは俺たちの勢力圏だということで、イエメンをめぐって争っているというところもあります。それから、中東、アフリカ各地でそうした、サウジアラビアとアラブ諸国連邦の綱引きというのがあるんですけれど、もう一つは、中東の将来の経済の中心はどこかということで、現在はアラブ諸国連邦、特にドバイが、船の、交通、それから飛行機の、航空路、さらに、通信インフラ、いろんな面で中心となって、金融の中心という役割を担ってるんですけれど、サウジアラビアが我々の方が経済規模が大きいんだから、当然、中東の経済の中心は、そのサウジアラビアであるべきだということで、どちらが、中東の経済の主導権を握るかということで、競争関係が始まっているというのも、両者が対立する背景にあるわけです。で、今回、アラブ首長国連邦側がサウジに、不満を抱いているというのは、イエメンの問題、経済の覇権の問題もあるんですけれど、イランからこれだけ
激しい攻撃を受けたのに、ある意味、サウジアラビアは助けてくれなかったという、苦い思いもあるということなんですね。ですから、この OPEC から抜けるというのは、経済的意味もあるんですけど、実は政治的意味の方が大きいと私は思っています。で、OPEC のメンバーであるということは、石油の面で常にお話ができますから、仮に政治面でうまくいっていないときも、裏交渉のチャンネルになり得るんですね。で、それをアラブ諸国連邦側が切ってしまったということに、私はアラブ首長国連邦の将来を考えるとき、不安を覚えています。例えば、イランとサウジアラビアというのはもう、対立したり、協調したり、上がり下がりの厳しい、激しい、外交関係をずっと維持してきたんですけれど、でも、外交面で、政治の面でぶつかっているときでも、OPEC の場では話ができるということで、いろんな交渉をそこでやることもできたんですね。で、具体的には、OPEC は、オーストラリアのウィーンに、事務局を構えてまして、で、OPEC の総会、毎年ウィーンであるんですけど、ウィーンのインターコンチネンタルホテルというところで毎年あるんですね。ですから、ウィーンで常に接触を取るというのが、あの、中東産油国にとってはとてもいい裏チャンネルになってたんですけども、それも、アラブ首長国連邦が切ってしまったということで、この人たち大丈夫かなという気がしています。で、特にイランとはもう戦争状態ですよね。で、これでサウジアラビアと公然と対立してしまって、今、中東でこのアラブ諸国連邦の肩を持ってくれるのはイスラエルしかないんですよね。で、これだけイスラエルがみんなに愛されてない状況で、イスラエルにだけ頼るというのが、本当に正しい、賢明な決断なのかというのは私は大変疑問に思っています。で、アラブ諸国連邦は、自らの足で立つんだということを主張してるんですけど、実際、イランとか、この地域の大国と比べたら、ドバイとかアビダブとかいうのは、なんというか、石油の出るディズニーランドぐらいしかリアリティがないんですね。で、とても君たちだけが自分の足で立ってイランと対抗できるはずもないじゃないかと、私は思うんですけれど、多分、アラブ諸国連邦の指導者は私と違う意見なんですね。もう一つ言いますとね、やっぱり自分たちだけでは不安だからということで、パキスタンにアラブ諸国連邦も接近してたんですね。で、パキスタンに、たくさんお金を投資し、貸してるという状況で、パキスタンに、自分たちの防衛のためにもうちょっと協力してほしいという言い方をして、パキスタンがちょっと、アラブ諸国連邦から見たら、あまり熱心じゃないということで、急に貸してる金返してくれよ言ったんですね。で、パキスタン貧しい国ですから、そんなに、何十億ドルも借りてるお金をポッと返すわけにはいかないわけですよね。で、パキスタンの経済がもう大変な危機かなと思ったら、じゃあその分俺が払ってやるよって言って、サウジアラビアが払ったんですね。で、サウジアラビアはそうやってパキスタンを、抱き込んでるというところがあって、この面でもなんか、こう、アラブ首長国連邦の孤立というのがとても、目立っています。ニュースを受けて不安しか感じなかったんですが、先生の解説も、そうですね、不安な方向のお話でした。また今後もちょっと引き続き、よく見ていきたいと思います。そうなんですよね。よく見ていかないといけないんですよね。日本という国は、えこのアラブ首長国連邦から一番石油を買ってるんですね。日本にとってもとても重要な話になりますね。ありがとうございました。失礼しました。長さ的にとてもいいような気がしてます。